こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしんなです。今回は6月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月30日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。リマッチ6月19日発売日初日からゲームパスに対応します。ティフの開発スタジオが手掛ける5対5のアーケードゲームテイストのサッカーゲームです。プレイヤーは1人の選手を操作するシステムとなっていて、選手のステータスはみんな同じ。勝つために必要なのは個人スキルに戦略、そしてチームメイトを信頼するということ。また、ラインのない壁で囲まれたフィールドに、ファールやオフサイドなどの反則がないなど特殊なルールを採用していて、激しいアクションを楽しめる作りにもなっています。チーム対戦アクションゲーム好きなので、今作も期待しています。火山の娘、ボルケーノプリンセス、6月24日発売日初日からゲームパスに対応します。発表から1年経ちましたが、ついに Xbox 版がリリースされますね。剣や魔法、錬金術が盛んなクラシックな中世ファンタジーの火山の国を舞台に、少女の育成に励むシミュレーションゲームです。本作には多くの育成ルートとミニゲームが用意されていて、農業や料理、釣り、ギャンブル、演劇などを楽しむことが可能です。また、クラシックなターン制の戦闘要素も取り入れられていて、王国の騎士となって危険な迷宮を探索していく要素も存在しています。ちなみに日本版の少女の声優役は、グラナドの渚や日暮のナクロニのレナを担当している中原舞さんが声を当てているとのことです。アゲインスト・ザ・ストーム、6月26日発売日初日からゲームパスに対応します。リプレイ性の高いローグライト要素と本格的な都市建設システムを融合したシミュレーションゲームです。プレイヤーは総督となっていろんな地域を開拓していき、多数の居住地を作るのが目的となっています。ゲームの流れとしては、女王からの指令を達成して名声を獲得し、名声値が一定以上になればステージクリアとなり、他のステージへと進めていけるような感じとなるとのことです。そして今作には100を超える地域ごとの特徴と6種類の異なるマップ、バイオームが存在。組み合わせ次第で毎回異なる環境の入植地を生み出し、プレイのたびに新鮮な体験を味わうことができるとのことです。また人間だけでなく、キツネやビーバー、リザードやハーピーといった種族が暮らす世界を開拓していくことも可能となっています。Call of Duty World War 2、6月30日からゲームパスに対応します。Day 1タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。2017年にリリースされた Call of Duty シリーズの14作目です。そのタイトルの通り、第二次世界大戦を題材にした作品となっています。開発は2023年版の Call of Duty Modern Warfare 3や Call of Duty Vanguard などを手掛けたスレッジハンマーゲームズが担当。キャンペーンモードに対戦、そしてゾンビモードを搭載し、キャンペーンでは HP の自動回復がなく、味方から救急パックを受け取って回復するという Call of Duty としてはやや珍しいシステムを取り入れています。なお今作は古めのタイトルなので、モダンウォーフェア3やブラックオプス6のようにランチャーソフトから起動するのではなく、単品でインストールしプレイするタイトルとなっています。リトルナイトメア2、7月1日からゲームパスに対応します。Day 1タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。2021年にリリースされた可愛くて不気味な名作ホラーアクションゲームです。まさしく悪夢のような世界を舞台に探索や謎解きを行い攻略していくことができる作品です。すっごいロケーションが良くって、次は何が起きるんだろうって恐怖がうまくお化け屋敷のような感覚で楽しめました。ちなみに2人のキャラが登場しますが、完全にソロプレイ専用のタイトルとなっていますよ。ボリュームも程よく遊びやすいタイトルなので、この暑い夏にぜひ触ってみてください。ライズ・オブ・ザ・トゥームレイダー、7月1日からゲームパスに対応します。Day 1タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。リブート版トゥームレイダーシリーズの2作目ですね。
2024年12月をもって外れていましたが、再度追加される形となりました。割と古めな作品ですが、雪山の表現は今見ても美しく、謎解きと戦闘のバランスも程よくて遊びやすい作品ですよ。さらに、ウォークラフト1、2、そして3が6月26日から PC ゲームパスに対応します。それぞれ1994年と1995年、そして2002年にリリースされたタイトルのリマスター版です。本シリーズは剣と魔法が支配するダークファンタジーの世界を舞台に様々な生物や種族間の構想を描いたリアルタイムストラテジーゲームとなっています。公式サイトの記載では1と2が日本語に対応、3の方は日本語未対応となっています。そしてマインクラフトに6月18日の無料アップデートで映像を強化するバイブラントビジュアルの機能が新たに追加されています。こちらではこれまでのマイクラのグラフィックに光の表現を追加。太陽の光に対してオブジェクトの影ができたり、金属に光が反射したりといった表現が追加され、より美麗になったマイクラの世界を楽しめるようになっています。またこのバイブラントビジュアルは設定で自由にオンオフを行えるとのことです。ちなみにあくまで外見の変化だけでゲームプレイの部分に関しての変更はないと公表されています。マインクラフトはゲームパスで遊ぶことができるので、未プレイの方やしばらく遊んでいなかったという方は今回のアップデートを機に触ってみてはいかがでしょうか。ちなみにスイッチ版に関してはこのバイブラントビジュアル機能には未対応となるとのことです。Xbox では1、シリーズ XS ともに対応となります。ここからは6月30日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。アーケードパラダイス、追加から2年で終了となります。1990年代を舞台に家族経営のコインランドリーをゲームセンターに変貌させてお金を稼いでいくシミュレーションゲームです。本作ではゲームセンターに設置することができる35種の筐体を実際に遊ぶことが可能となっていて、ミスタードリラーのようなゲームやパズルゲーム、ゴルフゲームやダンレポっぽいものなど、レトロな雰囲気たっぷりなアーケードゲームを楽しむことができます。マイフレンド、ペッパピック、追加から3年で終了です。子供向けアニメのゲーム化タイトルですね。とっても簡単なミニゲームを遊んで物語を進めていく、まさしく子供向けに作られている感じの作品です。日本語字幕にも対応していますよ。スチームワールドディグ、追加から1年で終了です。一匹狼の採掘ロボットとして古い鉱山を掘って探索を行っていく 2D スクロールのアクションゲームです。シンプルなゲームですが、自身の成長がわかりやすく遊びやすい作品です。なお、今作は日本語に対応しているものの、日本ではゲームパスには未対応、海外のみで配信されています。スチームワールドディグ2、こちらも追加から1年で終了、海外のみで配信されています。先ほどご紹介したスチームワールドディグの続編です。前作よりも大幅にボリュームアップし、やり込み要素も増えていますが、2の方は日本語にも未対応となっています。ロビンフット・アウトビルダーズ、追加から1年で終了です。ロビンフットが住んでいたと言われているシャーウッドの森を舞台に4つの地域で評判を高めつつ仲間を増やしてアジトの拡大を行っていく建築要素を含むアクション RPG です。ジャーニー・トゥ・ザ・サベージ・プラネット、追加から1年で終了となります。今回外れるタイトルの中で一番のおすすめです。奇妙な生物が住むカラフルで不思議な惑星を探索し、自身の能力や銃をアップグレードしてステージのボスを倒し進めていく箱庭探索型の 3D アクションゲームです。段階的に2段ジャンプやグラップルなどを覚えていき、行ける場所が増えていくような感じですね。フレンドとの協力プレイにも対応していて、自由に探索を楽しむこともできます。最新作のリベンジ・オブ・ザ・サベージ・プラネットが発売したばかりですが、個人的には 30fps のリベンジよりも 60fps で楽しめる前作の方がおすすめなので、未プレイの方には触ってみてほしいです。私のプレイでクリアまで13時間でした。ちなみに今作、Xbox One 版は日本語未対応ですが、完全版のシリーズ X、S 版は日本語に対応していますよ。
ということで今回は6月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月30日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。